こんにちは、いちかスタイルです。本日は2024年4月27日にオープンしたスノーピーク都城をご紹介いたします。こちらは霧島連山のふもとにあります宮崎県都城市。緑豊かな大自然に囲まれ、季節を通して美しい山々を楽しむことができます。スノーピーク都城は関能公園の敷地内にあります。日本の滝100選にも選ばれた関能の滝へのアクセスもしやすく、キャンプと観光、そして地元の食材をふんだんに使用した体に優しい食事を堪能するなど、五感をフルに刺激する休日を過ごすことができます。それではまず管理棟兼ストアからご説明いたします。キャンプ場はこちらです。このキャンプ場に対し、受付は川の向かい側のさらに上流になります。まずこの関能公園を目指してください。管理棟周辺にはストア、レストランの他にコテージ、重箱もございます。ストアはキャンプギアの他に都城名産のスイーツや焼酎、精肉なども販売されています。スノーピークの定番ギアの他に都城限定ギアも販売しております。受付はこちらです。私たちがいる場所なんですよ、はい、
この辺の目の前にもパーキングで止められてますか？今はい。そうですね。じゃあこっちですね。こう行く形ですね。で行ってカフェをもう通っていただいて、そのガードマンが立たれてるところで入っていただくという形になります。こちらがキャンプフィールドになって、そうですね。戻る形になります。ちょっと細い道がここあるんですけど、そこはちょっと通らないようにお願い。そうですそうです。じゃあお願いしております。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。楽しんでください。はい、ありがとうございます。かざすんだ。これだね。あ、いた。すごいすごい。着きましたかね。こっちだね。ここだね。すぐ右。広いよ。一つ一つ。それではサイトのそれぞれの特徴と位置関係をご説明いたします。現在地と書かれた場所は管理棟となっておりますが、現在は営業しておりません。この棟に併設されているのはマウンテンバイクのレンタル、その隣に炊事場です。常時お湯が出ますので、冬のキャンプにはとてもありがたいです。炊事棟それぞれに生ゴミ処理の袋が添え付けられております。このひと手間が次に使う人や清掃員への敬意につながります。こちらは充電スペースが設けられています。炊事棟それぞれに設置されています。焚き火台を洗うスペースです。廃捨ては炊事棟にありますので、そちらで廃棄をお願いいたします。こちらが肉ガチャの自販機です。どれも宮崎牛です。都城道の駅ニクルにも同じ肉ガチャがあります。こちらがトイレ、そしてシャワー室になっております。照明はトイレ内も人感センサーです。男女おのおの洗面台に暗証番号があります。これはシャワー室の解除キーになっております。入浴前にトイレで確認をお忘れなく。家族向けのシャワー室も一つありますが、こちらは暗証番号がありません。札を返してご利用ください。その際、内鍵もお忘れなく。室内のシャワーは3つ。カップルご夫婦の他にお子様連れのご家族にはとても安心かと思います。一つ注意点がございます。シャワー室からお湯が流れ込み、脱衣所も濡れています。足拭きマットも備え付けてありますが、それも濡れているため、衛生面を気にされる方は足拭きマットを持参されると良いと思います。使用後は次の方のためにワイパーで水をかき出してからお帰りください。電源差し込み口はこのナンバーポールの裏にあります。砂利のガイドラインが駐車スペースになっております。芝生にはお車を止めないようお願いいたします。ナンバーポールの間が区画ラインになっております。A の1から7までは比較的広く、車の後ろまで有効的に使えます。雨が降ると水たまりが多くなります。ほぼ全域のフィールドでは芝生がスポンジのようになるため、水はけが大変悪いです。A の電源なしサイトです。全体的に広いですが、A の14から16あたりは車の後ろにツールームテントが張れるほどの広さがあります。ただし A の15、16は特にぬかるみがひどいため、雨天のキャンプはご注意ください。ちなみにこちらは翌日のコンディションです。A の14はサニタリーが近いことと、サイト A の中では比較的木陰が多いです。サイト A 側の炊事棟です。シャワー棟側の炊事場と同じ規模かと思います。フリー Wi-Fi がかなり強めです。PC で映画を見れるほどネット環境は良好でした。
サイト B は管理棟シャワー棟の裏にあります。木々に囲まれた割と小規模のフリーサイトです。専用駐車場もあるため、静かにキャンプをしたい方には良い環境かと思われます。このキャンプフィールドの中心かつ一番広く大きく開けたフリーサイトです。フリーサイトは搬入・撤収以外はお車の乗り入れ禁止となっております。A サイトの山側から川に向かって緩やかな傾斜になっております。数字棟はシャワー棟、サイト A の2箇所になっております。サイト D です。川沿いの横長に広がったサイトです。川の付近ということもあり、傾斜も多々あります。また、ぬかるみ、水はけが極端に悪い箇所もございます。降水量の多い日はかなり濁流ですが、普段はもう少し穏やかかと思います。比較的平らな場所もありますので、実際に歩いて確認してみてください。サイト B の隣は木々が最も生い茂っている箇所です。夏は一番涼しいポイントかと思います。サイト E です。唯一滝を眺められるポイントです。距離はありますが、滝の音はこの場所までよく聞こえます。サイト F です。行商のサイトですので、グルキャンやファミリーで独占も可能です。穏やかに流れる小川もあるため、お子様にもとても良い環境かと思います。階段をすぐ上がれば炊事場、サニタリーがあります。これからキャンプ場の先にある関野の滝をご紹介いたします。関野の滝は宮崎県都城市にある日本の滝100選に選ばれた雄大な滝です。幅約40メートル、落差約18メートル、轟音とともにしぶきを上げる様子は迫力満点です。明治時代に岩を掘って作られた人工の滝である小滝と目滝もあります。優雅に流れ落ちる光景を堪能できます。滝の上流には長さ約600メートル、幅約80メートルの凹穴群もあります。凹穴は水流が川底の石や岩石の破片を回転させてできる1メートルから3メートルの円筒形の穴を指します。石能の凹穴群はすべてつながった1枚の岩盤からなっているため、世界に類を見ないその規模と凹穴数が多いことで高く評価され、国の天然記念物にも指定されています。関能の滝の周りには遊歩道が設けられており、夏は新緑、秋は紅葉とともに四季折々の風景を楽しむことができます。続きまして、
キャンプフィールド以外の宿泊施設を簡単にご説明いたします。重箱は隈研吾氏が設計し、住むを自由にする箱という意味を込めて名付けられました。室内の広さは約 6.6 畳。スノーピーク都城ではウッド付きタイプとサイト付きタイプの2種類があります。キャンプ道具がなくても気軽にキャンプ体験のできる重箱。定員は2名。宿泊料金は1泊14,080円から22,000円となっております。コテージはテントをお持ちでない方も楽しめます。2階建てのコテージなので四季折々の鮮やかに彩る公園を眺めることができます。またホームエレベーター付きのバリアフリー仕様になっております。定員は4名。宿泊料金は1泊28,160円から42,000円となっております。また手軽にキャンプをするなら手ぶらプランもございます。サイトでテント泊をするならこちら。重箱手ぶらプランもございますので、テント泊に抵抗がある方はこちらもおすすめです。ここでキャンプフィールドの各サイト料金もご紹介いたします。まずはサイト A の電源付きです。シーズンによって価格が異なりますのでご確認ください。こちらはサイト A 電源なしです。サイト E の赤能の滝眺望サイトと同じ価格となっております。フリーサイト B、C、D、F です。サイト B に関しては専用駐車場がございます。その他のフリーサイトはシャワーと目の前が駐車場となっております。赤能の滝眺望サイト E です。専用駐車場がございます。電源なしサイト A と同じ価格設定になっております。デイキャンプとアーリーチェックイン、レイトチェックアウトの価格はこちらです。デイキャンプは11時から17時になっております。赤能公園散策の休憩にはスノーピークカフェはいかがでしょうか。自然の中でくつろぎながら美味しい食事を楽しむことができます。地元食材を使用した自家製のふわふわドーナツやクラフトビールがおすすめです。キャンプの合間にぜひお立ち寄りください。こちらは冒頭で紹介したストアに隣接されているブルーバードダイニングでテイクアウトしたパンです。テラスや公園内でピクニックもおすすめです。目の前に広がる庄内川のせせらぎと四季折々に姿を変える自然に触れながら焼きたてパンでのんびりと過ごす時間はいかがでしょうか。さて、長きにわたりスノーピーク都城キャンプフィールドのご紹介をしてまいりました。お聞き苦しい点もあるかと思いますが、最後までご視聴いただきましたこと深くお礼申し上げます。次の動画では私たち夫婦がスノーピーク都城で一泊した様子をご紹介いたします。雨キャンプの会となっておりますゆえ、その中で過ごす夫婦時間をお伝えできればと思っております。それでは次の動画でお会いいたしましょう。いちかスタイルでした。